梅田浩平と申します。愛知県出身です。年は28歳で、誕生日は8月1日です。この後、仕事について話をしたいんですが、皆さんはどんなフレーズを使うかわかりますか？今日は自己紹介で使う仕事や職業に関するフレーズを勉強していこうと思います。日常生活でも面接でもよく使うフレーズなので、ぜひ覚えてたくさん練習してください。今日のフレーズはたくさんあります。働いています。働いていました。働いたことがあります。という会社で、として、たくさんフレーズがあります。一つずつ順番に説明していきます。日本語、英語、インドネシア語の字幕をつけてみることができます。また、パトレオンの方にはスクリプトもあります。スクリプトをダウンロードして、新しい言葉や読解、スピーキングの練習、たくさんしてください。概要欄に URL があるので、そちらの方から参加をお願いします。私は ABC という会社で働いていました。まずはこのフレーズです。過去の一定期間のことを話すときには、何々していましたを使います。しましたではありません。しましたにすると、一つの行為を表すことになります。一回だけの行為ですね。していましたというのは、長い時間、この時間の話をしたいという文法になります。例えば、2022年に1年間働いた。2022年の1年間、ABC という会社で働いていました。ずっとそこで働いていたという意味になります。これは、働くという動詞だけではなく、勉強していました、教えていましたなど他の動詞を使うこともできます。N 語の文法なのでこれは必ず覚えておきましょう。次にというですね。ABC という会社。文法は名詞という名詞です。後ろの名詞の名前を表すときに使います。これは条件があります。相手が名前を知らない場合に使うことができます。また、お互いに名前を知らなかった場合にも使うことができます。相手が名前を知らないときに名前も一緒に教えてあげる。そんな時に使いますね。みんなの日本語という本、MacBook というパソコン、ABC というレストラン。このように言うことができます。面接の時は履歴書がありますね。履歴書には会社の名前は書いてありますが、そこで何をしているのか、その会社がどんな会社なのかは分かりません。名前だけを言ってもよくわからないので、この文法を使って細かく説明するようにしましょう。面接の時はなるべく経験を伝えた方がいいです。簡単でシンプルな文章もいいですが、少し工夫をしていろんな経験、いろんな情報をたくさん相手に伝えることが大切です。では、もう少し情報を増やしてみましょう。ABC というレストランでホールスタッフとして働いていました。ABC というレストランでホールスタッフとして働いていました。新しい文法、としてです。ある行為をする時の役職や資格を表します。この文章では ABC というレストランで働いていた時の自分の役職、何をしていたか、それをとしてを使って表しています。レストランで働いていました。レストランの名前は ABC です。仕事はホールスタッフです。これだと長くてよくわからないですよね。これをぐっと一つの文章にまとめると、ABC というレストランでホールスタッフとして働いていましたということができます。非常にわかりやすい文章なので、このまま文章を覚えてください。役職、仕事が違うと経験とか知識も変わります。面接の時はこの文法すごく便利です。店員なのか、先生なのか、会社員なのか、管理者なのか。働いていた時の話をするときは、その時の仕事の名前を使ってください。これまでの経験について話す時の文法を勉強しました。最後に日常生活での自己紹介で仕事について話す時のフレーズ。これについてお話をします。私は浩平です。インドネシアで日本語教師として働いています。インドネシアで日本語教師として働いています。日常生活での自己紹介で自分の仕事について話すときは、で働いていますを使いましょう。さっきと違って今の話をしているので何々していますの文法ですね。しますとよく間違えられるんですが、しますというのは未来の話なんです。まだしていません。未来の話はします。今の話はしています。これ間違えないようにしましょう。この時も
必要なら何々として何々という何々、この文法は使えるといいですね。最後に今日のフレーズについて勉強していきましょう。ABC というレストランで働いています。ABC というレストランで働いています。ABC というレストランでホールスタッフとして働いています。ABC というレストランでホールスタッフとして働いています。ぜひ自分のものに変えて練習をしてみてください。またよければコメント欄で書いてみてください。私がチェックします。次の動画では家族について自己紹介で話す時のフレーズを紹介します。次の動画もぜひ見てほしいのでチャンネル登録をして待っていてください。この動画字幕をつけて見ることができます。日本語、インドネシア語、英語、好きな字幕をつけて見てください。また、Patreon ではスクリプトがダウンロードできます。スクリプトを見ながらもっと勉強したいという人は Patreon に参加してください。今日の動画が役に立ったと思っていただけたら、いいね、コメント、あとチャンネル登録、そして友達へのシェアもお願いします。いろんな人が日本語を勉強して日本に行けることを願っています。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。